皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は WTO の事務局長選についてです。現在この WTO の事務局長選はナイジェリアの候補と韓国の候補、この2人が残った状態です。そして最終的な決定までには各国それぞれが一体どちらの候補にしようかと話し合っている状態なわけですが、ここに来て事務局長が一体誰になるか、その趨勢がわかるような出来事が報じられています。それは EU 各国が韓国の候補者ではなくてナイジェリアの候補を全員で支持していこうという動きを見せているからです。EU 各国は話し合った上でどちらの候補にするかというのを統一するのだそうです。ですから方向性が定まってしまえば、もはや韓国の候補者に入れる国というのは基本的には出てこないでしょう。ヨーロッパがそうやってまとまった票としてナイジェリアの候補に支持をするというのであれば、それに逆らうような形で、じゃあ対立候補の韓国の候補に投票しようという行動というのは起こりにくいものです。こういった全体の状況があって、韓国の候補者が厳しい状況にあるということが分かったわけですが、一方韓国においてはこの問題については、いやいや本当の邪魔者は他にいるという話につながってきています。もちろんここで韓国の候補者が当選するのに障害となっているのは EU からの支持が取り付けられなかったという話ではなくて、日本がネガティブキャンペーンを張っているからだというような報道がされています。一体韓国でどのような報道の具合になっているのか、早速見ていきましょう。ムン・ジェイン大統領がユ・ミョンヒ氏にテこ入れしていたのに、EU27 カ国はナイジェリア人候補支持。世界貿易機関 WTO 事務局長を決める最終選挙で、韓国のユ・ミョンヒ通商交渉本部長の当落の鍵を握る欧州連合 EU 加盟27カ国が、同氏のライバル候補であるナイジェリア元財務省のオコンジョイ・ウェアラ氏を支持することで合意したと26日報じられた。韓国人初の WTO 事務局長誕生の可能性に暗雲が垂れ込めている。ムン・ジェイン大統領はこれまで約90カ国と電話首脳会談をしたり、親書を送ったりして、ユ・ミョンヒ支持を訴えるなど、総力戦を繰り広げてきた。カン・ギョンファ外交部長官も外交チャンネルを通じて支持を訴えた。しかし、選挙終盤に日本が韓国に対するネガティブキャンペーン、落選運動に乗り出し、形勢が不利になってきている。外交関係者の間では、政府が韓日関係を管理さえしていれば、このような状況にはならなかっただろうという声が上がっている。外信や複数の消息筋によると、 EU 加盟27カ国の大使たちは同日、ベルギーのブリュッセルで支持候補を決定するための会議を2回開いた。1回目の会議では、一部の東欧バルト地域加盟国がユ・ミョンヒ氏支持の意向を明らかにした。しかし、これらの国々は2回目の会議で体制に従ってオコンジョイ・ウェアラ氏を支持することにしたという。 EU は WTO 事務局長を選出する際、団結のため伝統的に支持候補を統一している。 EU ではどんな事案でも2大加盟国であるドイツとフランスの意見が一致した場合、これを覆すのは難しい。ある消息筋によると、今回の WTO 事務局長選出に関して、ドイツ、フランス、イタリア、スペインなど影響力が強い国々は早くからオコンジョイ・ウェアラ氏を支持してきたという。現在までの情勢を総合すると、WTO 会員国164カ国のうち、半数の82カ国を上回る96カ国前後がオコンジョイ・ウェアラ氏を支持するものと思われる。政府は第2のパンギムンの奇跡。このパンギムン氏というのは前国連事務総長です。WTO 事務局長選挙に外交資源を総動員してきた。初の韓国人 WTO 事務局長輩出により国の格を高め、国際通商外交力を一層強化する契機にしようという構想だった。ムン・ジェイン大統領は27日、カナダのジャスティン・トルドー首相との電話会談を含めて合計14回電話首脳会談を行い、73カ国に親書を送った。一部では、今回の選挙に動員した外交力を北朝鮮の非核化や韓米防衛費分担金交渉、韓日徴用問題解決に使っていたら、かなりの成果を上げられていただろうと指摘する声が上がっているほどだ。そして韓国側では、日本が行っているネガティブキャンペーンが逆風になっているというような話になっているわけですが、この記事も見ていきましょう。菅内閣、ユ・ミョンヒ氏を阻め、WTO 落選運動。日本政府が世界貿易機関 WTO 事務局長選挙で韓国の候補ユ・ミョンヒ氏の当選を阻もうと、密かに各国にネガティブキャンペーンを展開していることが26日分かった。昨年の与党関係者らが支持層を結集のために行った反日運動が
1年後にブーメランとなって帰ってきたという指摘もある。本誌の取材を総合すると、先月発足した日本の菅内閣は、ユ・ミョンヒ氏が次期 WTO 事務局長になることは、日本の世論と国益に良くないと判断したとみられる。ユ・ミョンヒ氏は、徴用賠償判決に対する報復措置として、日本が昨年輸出規制を実施すると、これを WTO に提訴する責任者となった。このため、同氏が WTO のトップになることを容認してはならないという論理だ。ユ・ミョンヒ氏が当選すれば、輸出規制訴訟はもちろん、他の紛争解決手続きでも、日本が不利な状況に置かれる可能性があるとの判断も採用したという。これにより、日本の外務省は今回の WTO 事務局長選挙で重要な変数になるヨーロッパや中南米、アジア諸国に対して、ユ・ミョン氏を支持しないでほしいと要請していたことが分かった。輸出規制問題で両国が対立する中、韓国が事務局長を輩出すれば、WTO は公平性が疑わしいという論理を展開していることが分かった。また、一部の発展途上国では、日本の要求を聞き入れる見返りとして、経済支援に言及していることも分かった。これと関連して、共同通信は25日、日本政府関係者の話として、日本政府が WTO 事務局長選挙でユ・ミョン氏と競い合っているナイジェリアのオコンジョ・ウェアラ元財務相を支持することを決定したと報じた。今回の WTO 事務局長選で韓国がすごく力を入れていたことがこの記事の中でも報じられています。そもそも韓国としてはどこかのトップになるということが非常に誇らしいことだとしているわけですが、この中でもパン・ギムン国連事務総長のように WTO のトップになるということは、それこそ韓国の国家の核というものが世界的に認められたんだということを自負する、そういった話につなげることなのでしょう。ただしここでパン・ギムン国連代表の話が出てきましたが、彼のやってきたことというのは基本的に評価は全くされていません。彼が国連事務総長になっていた時には、それこそ能力不問で韓国側の人員というものがかなり国連内部に入り込み、これらの人々が全く役に立たなかったといった話などが出てきています。それこそ韓国においては国連で働いていましたよというのが一つの勲章になることもあって、彼に近しい人物というものがコネで国連職員になっていたという話などが今でも残っています。そして彼自身の評価について言っても、国際紛争が起こった時に国連は一体どこに行ってしまったんだという具合にして、かなり国連の存在感そのものについても大きな悪影響を残しています。ですから国際的な評価として、韓国の代表が国連のトップになったことは素晴らしいなといった評価などは全くありません。あくまでも韓国国内の話として、トップになることができたんだ、素晴らしい功績だという話になっているわけですが、それはあくまでも韓国国内における非常に狭い社会の中での評価と言えるでしょう。そしてこのようなパン・ギムンの話というのは、今回の WTO 局長選についても同じようなことが考えられます。組織のトップに立った場合、韓国に有利になるような、もしくは私物化を図るような動きをするのではないかという懸念は常に存在します。彼らにとっては組織というものは利用するだけ利用して、決して国際的な機関としての公平性を保つためにそのトップになろうとしているわけではないのは明らかだからです。そして韓国の報道で、それこそ我々の候補者が負けようとしている、そういった悪い状況になってきたということを報じるというのは、まさに敗色濃厚だという証だと言えるでしょう。ただし、ただ単に負けるのであれば、これまでのムン・ジェイン大統領の功績などを考えて、これをけなすことは彼らにとってはできないのでしょう。ですから悪役が必要となります。そしてその悪役というのがまさに日本なのです。2つ目に紹介した記事にあるように、日本がネガティブキャンペーンを張ったんだから、ムン・ジェイン大統領がものすごい外交をしたにもかかわらず、全て水の泡と化してしまったというような形で日本を引っ張り出してきたのです。しかし日本にしてみれば、韓国の候補者が WTO にトップになった場合、必ず日本に不利になるように様々な形で働きかけを行うでしょう。そのようなことは別に誰に言われなくても誰にでも想像できるような分かりやすい未来図です。ですから、韓国の候補者を日本が支持するということは基本的にはありえない選択です。そして、このように韓国の支持者は絶対に今後日本が選択肢として考えていませんよということを強くメッセージで発するということは非常に重要です。なぜならば、WTO の局長選というのは基本的には全会一致を目指しての話し合いが行われるということなので、過半数では意味がないのです。ですから、頑強に抵抗する、頑強に反対する国というのが存在すれば、この局長選というのがなかなか話がまとまらないのです。
そのような時に日本のような影響力のある国が絶対韓国の候補者を支持しませんよという態度を強くメッセージとして発すれば、そのように日本が頑強に韓国の候補者を支持しませんよという意思を示している中で、何としてでもその考えを変えさせて韓国に一票投じさせようと思う国が世界の一体どこにあるのでしょうか。そんな国は存在するわけがありません。そして票数としても多い EU が一致団結して韓国の候補者ではなくナイジェリアの候補者を支持しようという話になったのですから、体制は決したと言っていいでしょう。ですからこの後は様々な場において全体の流れとしてはもう決まったようなもんだよというところで細々と話が進められて、実際に事務局長選が行われる時には韓国の候補者が惨敗するといった結果となるでしょう。WTO の事務局長選が最後の最後になって韓国の惨敗で終わろうとしているのは、別に韓国の言うような日本がネガティブキャンペーンを張って世界の意見を変えさせたからというわけではありません。これまで韓国の行ってきた外交の積み重ね、そして WTO の場において日本を不当に非難してきたことのその報いというのが今結果として現れてきている。それこそブーメランとなって帰ってきて韓国自身を傷つけている行為なのです。ですから韓国の候補者が敗れるというのはまさに必然のことだと言えるでしょう。皆さんはこのニュースを聞かれてどのようなことを思われるでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。